皆さん、こんにちは。お久しぶりです。今日は久しぶりにこのようにトラベラーズノートを持ってきました。はい、最近使ってるパスポートサイズのトラベラーズノートはこのブルーエディション。ブルーエディションじゃないですね。ブルーカラーのものを使ってます。もう今年販売になって、まあ2、3年前ですかね。で、限定カラーの出たのが今年から定番カラーになったので、ブルーが好きな方はぜひ手に入れることができます。これを最近使ってるんですけど、今日話したいのは、前に載せた動画のように、バレットジャーナル風のすごく簡単な手帳を紹介してたんですけど、それは私普通にこのパスポートサイズの手帳で使ってるんですね。一番軽いし小さいので持ち歩きやすいっていう点でよく使ってるんですけど、前回動画に載せたのがこれなんですけど、このようにウィークリーの方の、ゴールとかいろんな情報を入れて、毎日こういう風に使ってたんですけど、こういう手帳を使う時にすごく簡単でいいんですが、もしかして私はこの字とか綺麗に書けませんっていう方いらっしゃるじゃないですか。で、実際も周りにもそういうことを言ってくれた人がいたんで、このように手書きの字に自信がない方のために、今月私が使ってるこの中身のリフィールノートの場合はちょっとあれを使ってみました。で、実は私手書きも好きなんですけど、すごくロマンがあるっていうか、すごく上手に書きたいっていうのの一つが、英語の筆記体ですね。で、英語の筆記体すごく綺麗に書ける方々いっぱいいらっしゃるんじゃないですか、海外に。で、それがすごくやりたいんですけど、まだ全然それが上達しなくって、でもぜひそれは使いたいって思ってすごく探してみて結論出したのが今日のようなスタンプを利用することだったんですね。ちょっと見てみましょうか。今使ってるノートなんですけど、今月こういう風に使ってるんですけど、前のようにこの何ていうかマンスリーの方もちょっとスタンプにしてみました。このようにここは私が手書きで使ってたところで、こっちの方はこのようなスタンプを使ったんですね。ちょっと値段がしてたんですけど、結構何年前に購入して衝動買いして使ってるもので、このようにリピールを保管するものもあって、毎月このように中身を変えてこのように取れるようになってるものですごくあちこちで便利で使ってるんですよ。で、ここ、パスポートサイズなのでそんなにちょっと大きめに見えるかもしれないんですけど、意外と、普通のノートとか A5 サイズとかになると結構意外とちょうどいいぐらいのサイズになるんで結構使いやすいですね。ここの線は自分が引いたので元々にはないところです。で、ここもちょっとスタンプじゃなくて、こちらだけはこのほぼ日テンプレートの中でこのようなオレンジ色の中でこういう電子時計のものがあるんですよ。で、これ利用してちょっとなぞって書いてみました。で、こっちも同じですね。前もそのように同じく使ってて、で、この部分がこのスタンプを使ってたところなんですよ。で、すごくこういう字を書いてみたいんですけど、自分にはできないのでスタンプで取ってみたんですけど、で、こういう筆記体の字ってゴムとかキーになっているスタンプを購入すると結構高くなるんですよね。で、なんで私が今回使ったのはクリアスタンプです。で、こっちのシリーズ使いました。ご存知の方いっぱいいらっしゃるかもしれないんですけど、スチュディオ L22 っていうところ、海外のサイトなんですけど、結構いろんな可愛いとかこういういろんな種類のクリアスタンプを販売してるんですよ。で、クリアスタンプこのように大きさもそんなに大きくないし軽いし、なんで結構海外発送もよくするので、そんなに購入に困ってなかったんですね。で、これをクリアスタンプ使う時に皆さんご存知のようにこのようなもうアクリルのブロックが必要ですね。ここにこのようなものをつけて
こう押すっていう感じになるんですけど、なんですごくクリアスタンプのいいところはここに見えるんですよ。自分がこうなんていうかハンコを取ろうとするところの下が見えるので、結構ブレずにじゃないこうちょうどいいところにこうハンコを押すことができるのでよく使ってますね。でこういうふうにそれで押してみました。でそしたら結構なんかいけるかもっていうふうに私は考えて今週結構楽しく使ってるんですけど、意外とこう結構違う字だったり、クリアスタンプの場合はいろんなところでもう出してるのでとか、いろんな方とか自分で制作する方もいらっしゃるんで、結構探してみるといろんなバリエーションがあるんですね。なんでもう字だけでもなくもう絵もあるしいろいろあるので、是非そういう部分にちょっと探してた方はクリアスタンプもありかなっていう気がするんですね。でこういうふうに使ってるんですけど、スタンプのいいところ何かというと、前回のようにこういうふうに貼って使ったのはすごくなんていうか、私ちょっと個人的には気に入ってるんですけど、なんかこっちの方が分厚くなるのがちょっと悪いところなんですよね。唯一の不満なところなんですけど、スタンプの場合は厚くならないので結構私好きなんですよ。なんでそういう部分が嫌な方はこういうスタンプすごくありだと思うし、もしかして、これでも全然多分私はもう厚くなっても大丈夫ですよっていう方の場合、こういう風にクラフトの上にスタンプをこう押して貼ってみても結構綺麗にいくと思うんですよ。でこれ結構なんていうかクラフトの上にこうスタンプ押すと結構なんていうかかっこよく見えるんですね私の経験では。なんでそういう方法も全然ありかなっていう気がします。ちなみに前回の動画でも結構これの質問が多かったんですけど、これ普通に100均で売ってるクラフト製の付箋に万年筆で字書いてこう手でちぎって貼っただけです。なのですごくなんていうか費用もそんなかからなかったし、そんなすごいコツが入ってるわけではないので、なんかすごく気になる方は一度やってみたらすごくわかると思います。はい、それで今日はすごく簡単なこういうなんかスタンプ使っても楽しいですよっていう動画なんですけど、次回私が使ってるスタンプの種類とかまたこういいグッズを紹介できるそういう機会あればまた是非動画に撮りたいと思います。今日はちょっと短いんですけどこれで失礼します。見てくださってありがとうございます。バイバイ。